今年もまた誕生日がやってきます。一人暮らしの60代の誕生日。友達は別にもう誕生日なんて嬉しくないし何もしないって言うけど、私は祝いますよ。私という人間がこの世に生まれて今日まで生きてるってことをね、いいことばかりじゃないし悪いことばかりでもない、そんな人生をよく乗り越えて今日にたどり着いた。おめでとう。だからって派手なパーティーはしません。60ジャストの還暦の時だってパーティーはしないで、いつもと同じ誕生日、淡々と静かに祝っただけです。でもそれでいいんです。多少の波風程度で暮らせてる。私にとってはそれが大切なことなので。誕生日の恒例行事といえばアルバムを見ること。ついつい荷物を溜め込みがちな性分で、断捨離の先生に言わせれば、昔のアルバムはお気に入りの写真だけをピックアップしてまとめて、あとは処分しましょうとか、デジカメで撮ってデータにしてパソコンに保存すれば、重くて分厚いアルバムは不要ですということになるのだけど、赤い表紙そのものが私の歴史なのでね、まだしばらくは撮っておきましょう。さてさて、誕生日の計画を立てましょう。まずは思いつくがままにやること、そしてやりたいことを書き出していく。誕生日に一番近い週末には娘家族がやってきます。ケーキを作ってみんなが喜びそうな料理も作ろう。自分へのプレゼント。私は何が欲しいのか、それはじっくり考えます。とりあえずこんな感じで。次は誕生日当日じゃなくて、これからやりたいことや欲しいものを書いてみよう。あったかい冬物のスカート。お気に入りすぎて洗っては着てるから毛玉がいっぱい。部屋着だからこれでもいいかと自分を納得させてたけど、今年は新しいのを作ろう。それからキッチンに棚を作る。その前に、増やさないようにしてるのにいつの間にか増えていく道具を整理整頓片付けるべきか。あとここ何年もやりたいと思いながら先送りにしてたことがあった気がする。お風呂場のシャワーヘッドをもっと高性能なものに交換したい。それから20年以上使ってるサングラス。いよいよレンズが劣化して曇りが取れなくなってきた。大事な目を守るためにもそれなりのものに買い替えたい。そういえば3年履いてる冬用のスリッパもこうしてみるとまだまだいけそうだけど、裏が擦り切れて穴が開きそう。あれが欲しい、これが欲しい、あれをやりたい、これをやりたい。これは誕生日のやることリストというよりも、いつの間にか買いたいものリストと今年の目標みたいになってました。まだまだ煩悩からは逃れられませんね。前回の動画で年金の受け取り予定額は5万円だから、できるだけ繰り下げて増額させたいとお話ししたら、いろいろな方からコメントをいただきました。
ありがとうございます。何歳から受け取るか、何のために受け取るかは人それぞれだから、誰にでも当てはまる正解はないと思うのだけど、自分はこんな風に考えて何歳から受け取ってますというご意見はとっても参考になりました。それから、あなたは貧乏には見えませんよ、裕福に見えますというようなコメントもいただきました。残念ながら裕福ではないけど貧乏に見えないなら良かったです。貧乏にならないように働けるうちは何歳でも働くつもりですからね。まあ贅沢はできないけど働いてるから必要なものは買えてます。裕福と言えるほどでもないけど貧乏だとも思わない。今のところそんな感じです。だけど私にとって貧乏って何だろう、そんな疑問が湧いてきました。暮らせる家があってご飯が食べられる、だとしたらそれは貧乏じゃない。私の貧乏ハードルはそのぐらい。今の日本ではそれは低すぎますか？稼いだ範囲内で暮らせてればそれで十分。たとえたくさん稼いでてもそれ以上に使って毎月赤字ならその方がよっぽど貧乏じゃないかな。そんな気がするんですよね。昔はもっとバリバリ仕事して海外旅行も行ったし外食もよくしてました。あれはあれで楽しかったですけどね。今はあの頃とは違う楽しみを見つけたから昔の方が良かったなんて懐かしむこともないです。美味しいご飯を作ること、 DIY で家の中を整えること、頭を使って工夫して思い通りにいったら大喜びする。一人暮らしだから心置きなく拍手して万歳して私は偉いって自分を褒めてます。だからまあお金という意味では昔よりは貧乏で裕福ではないかもしれないけど、気持ちは貧乏ではないし、むしろ昔より心は豊かになってるかもしれません。家族の誕生日ケーキはいつも私が作ります。もちろん自分の誕生日ケーキもね。今年は孫のリクエストでモンブランです。ちょっと手間がかかるケーキだけどお菓子作りが趣味だから手間をかけることが楽しかったりします。それに家族が喜んで食べてくれると思うと心もほんのりあったかくなるしね。さあ、今年の誕生日ケーキ作りのメインイベントです。難関のモンブラン絞り。思い通りにはなかなかいかないけど、難しいことに挑戦するのは楽しいです。というわけで手作り感満載のモンブランの出来上がり。不格好だけど栗もクリームも愛情もたっぷりです。やりたいことリストに書いたキッチンの棚問題。シンクの脇の棚がいっぱいになって光回線や Wi-Fi の機器、電話を入れる場所がなくなりました。床に直置きは邪魔だし美しくない。ここに棚をつけるのはどうだろう。壁の強度や下地の問題もあるし急がず慎重に考えます。
でもその前に物を減らして整理するべきか。この棚も作った時は余裕があったのに、いつの間にかぎっしり。こんな風に工夫して棚を一段増やして土鍋を置いてるけど、本当はお鍋を一つ手放した方がいいんですよね。分かってはいるけどなかなかできない。棚を増やせばそこに入れたいものが増える。お金をたくさん稼げば買いたいものが増えていく。棚とお金と物は堂々巡り。そろそろ足し算と掛け算の暮らしから抜け出して引き算のすっきりした暮らしが送りたい。今年の誕生日の目標はそれですね。さて、娘たちが来る前に夕食を用意しよう。中学生と高校生の孫が喜びそうなミートパイに決めました。大きくなった孫たちは最近ちょっとそっけない。でもそれが成長ってものですよね。大きくなっても私が作るケーキと料理を喜んで食べてくれる。私にとってそれはどんなものをもらうより一番嬉しいバースデープレゼントなんです。孫が大きくなって娘と顔を合わす機会は減ったけど、孫抜きで娘と話す時間は増えてるような。ちょっとがっかりしてちょっと嬉しいことがある。人生は行ってこいならそれで十分。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も。